浜崎彩香 VS 朝倉環奈。この試合はライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチとして行います。2年ちょっと前に対戦してから、正直あんまり変わってないかなっていう、テイクダウン能力はやっぱりあるとは思うんですけど、そこからがあまりない印象があるので、しっかりここは差を見せて勝ちたいと思います。自分だけは、絶対勝てると思っているので、試合見てもらえれば分かると思います。思ったこと言っただけ、勝ちにも来てないです。全然やんなきゃいけないのっていう。いや、もうそれも思わないですけど、ずっと断られてきてたんで。年末タイトルマッチならやりますって感じだったんで、いやそっちのタイミングじゃないだろっていう感じではちょっとカチンとはきましたけど、その時に浜崎さん自身何か思ってるかは特にないですね。いや、尊敬はもちろんめちゃめちゃあります。だからといって何かあるかなって言ったら別にないですね。もう相手なんで。愛ちゃんも一緒に練習してますし、あれ見て正直伸びてないなって思いましたね。いや、舐められてるなって思います。怖くもないんだろうなって、カンナのことが。それでいいです。伸びてないって言われたけど、そうかなって自分では思ってます。冷静に戦いすぎちゃってたから、あれじゃ順調可憐のままだなと思いました。浜崎さんに勝つためにどうしたらいいかめちゃめちゃ考えてます。本当に簡単な相手じゃないと思います。みんなが思うように。だけど絶対に勝てる何かはあると思います。鶴谷先生も同じ気持ちだと思うんですよ。いきます。はい、始め。気をつけて。膝。その後ね、その後。まだ話してもいいぞ。はい、時間。この前手のジャブだけだから、その時の左ストレートはないジャブだけ、右のこのジャブだけしっかり気をつける。足払いだけ気をつける。足かけてくるから、足飛ばしてくるから、そう、それ気をつける。それ外だ。現状朝倉環奈ですが倒れました。さあサイドポジションを取ったのは浜崎彩香。離れていいよ、そこ離れていい、無理して組まない、手首取られない、そこ行かない、その後バックやらない、潰れるな、立て、休むな、やんないよ、手首取らせんだ、クラッチをしとけ、右足を両足で挟み込んでいたところですが抜かれました。つけていこうといったところ、アムロ必ず来るから、そこ逃げてしっかり潰してけ、膝それ決めろ。これ前回と一緒だな。そこ前回と一緒だな。最前線の選手も来るから。はい、ラスト。はい、2分間いきます。始め。組まねえよ。足まで気をつけろ。見て負けない。内側から組んで。ガード上げろ、しっかり。その投げしっかり。そうです。浜崎。さあ。最後だぞ、攻めろ。最後攻めて終われ。カンナ最後タックル入って終われ。時間。最後の荻窪さんめちゃめちゃしんどかったです。ね、やるべきことはやってるなと思うし、こちらもねチャンピオンの人たちとみんなで作戦ねしっかり立ててるんで、試合に関しては問題ないと思ってます。はい。浜崎さんが女子が集まって練習してるから、そこに怖さは感じたことないです。自分もやってるからって思ってます。見本となる先輩がいっぱいいるんで、浜崎さんは多分自分が見本だと思うんですけど、自分はそういういろんな人の背中を見て練習できてるんで、そういう部分では自分の方が強みなんじゃないかなと思ってます。浜崎選手も偉大なチャンピオンですけども、穴がないわけじゃないんで、ビデオを何回も見てれば浜崎選手のね癖とかね見えてきますんで、こういう技を使えば
かかるんじゃないかなっていうのは何個かあるんで、はい。あんま言えないですよね、もちろん。まあそうですね、はい。ヒントみたいなこと言ったりするものだ。ヒントですか。まあそうですね。浜崎選手はアームロック得意ですよね。その辺がヒントですかね。はい。レイナさんの時も絶対取ってやるだったし、怖いけど楽しみとかワクワクの方が大きかったんで、なんか今はその時に似てるんで。確実にカンナ強くなってるから絶対に勝てるから必ずベルトマコ。僕も前日にベルト守るんで、カンナも次の日セラさんのところにね、もう一本新しいベルトを持ってきてくれると思ってます。応援してます今は。はい、とにかく何連勝中でした。8連勝中です。みんな不利だって言われててもみんな今までみんな勝ってきてるんで、自信はもう 100% あります。今勢いが全然違いますんで、はい。カンナ必ず勝ちます。自分がもう本当どこまでいけてるか楽しみですし、この練習やってればもう本当自信になるんで、本当に嘘なしに自分も勝てると思ってるんで今は。男子アスリート並みのメニューをやらせてる。やらせちゃってます、しれっと。パーシャルか、ドロップセット。乳酸、対乳酸トレーニング。乳酸させられるんですよ、きついやつ。ラスト2回勝った。おおよその日本人の競技者の方々よりフィジカル、筋力も筋持久力もあると思います。全然違うと思います。フィジカルやった方が絶対強くなると思う日本人はもう本当アメリカに置いてかれるぞって感じですよね。もう何年も前から多分アメリカの選手とかはちゃんとやってるし、ウエイトトレーニングやった方がいいです本当に。だってもっとなんか筋肉つけれそうじゃないですか。なんかプニプニしてるじゃないですか。可愛らしい感じバキバキにしたら強いと思う。なんかありますよね、多分考えてると思う。誰かも考えるか。この間はちょっと煽っちゃったんですけどいやそれは油断も何もしてないですよ。もちろんこの間ちょっと強めに言いましたけど強くなってないわけないし。はい、次の試合どういう作戦でいくか、相手がどう来るか。やっぱ向こうがやることはね、一つというかタックル、でもどうかな。タックル来ないんじゃないね。来た方が寝技に、そうだね、寝技の方が嫌かも。反応が早いというかないと思う。本当に勝つ方法、もう反則するしかない。反則するしかないアホなんですよ。格闘技の脳はあるのか、本能的な。僕もそんなにがっちりこうやらしてるってわけじゃなくて、ふわっとやらしてる。割と本当自由にやらせてくれるっていうか、だからこそもううちらは本当長いこと入れてるし。持論としては女子の中でやっぱり切磋琢磨してやってった方が絶対強くなると思うんですよ。中学生？小学6年生です。ケイアンさんとか彩香さんに憧れて練習し始めました。目標は何ですか？夢は？大臣にっていうのが夢です。あっという間だろうな。デビューの時やってんのかね。引退してたよね。隠居してるかな。隠居したい。だから5年後とか
すごい強い子出てくると思うんですよね。その今始めたばっかの子とか、東京オリンピック終わって格闘技やってる若手の選手がもっと追い上げてきてほしいなっていう気持ちはすごい最近よくありますね。生半可にやってるやつはムカつくんですよね。いやだからそれがカンナとか言ってるわけじゃなくて、手に入れちゃってるじゃないですか、若いうちからいろんなものを。最初からあんなに注目浴びてお金も手にして全部手に入れてるみたいな感じでに見えるんですよ。やっぱ違うんですよね、多分そのハングリーさというか。多分私はもう藤井さんの背中を見て育ってるっていうか染みついちゃってるんですよ。ずっと言ってたじゃないですか、藤井さん。男女もう一緒に見てほしいってずっと言ってて、若い時は分かんなかったんですけど、なんか今結構分かります。超すごかったですよね。ああいう風にこう、お客さんも巻き込むぐらいのね熱を作りたいですよね。なめられたくないですよね。女子だからとか言われたくないしね。だから女子格闘技って言葉も嫌なんですよ。なんか一緒じゃんって思う、格闘技じゃんって思う。でもなんだろう、その一部の格闘家ですけど、やっぱりこうアイドルっぽい人とかも多いじゃないですか。だからそういう目で見られる点もね仕方ないのかなと思います。分かるから別にその否定はしないんですけど、私は嫌ですね。なんか今までなんかちょっとなんかいろんな人に頼ってたっていうか、レイナさんがやっぱり格闘技盛り上げましたとか、浜崎さんがチャンピオンでいてくれてみたいな気持ちも、それって自分一番じゃないなって思って、めちゃめちゃ気持ちよかったです。今までの格闘技の中でやっぱりあの瞬間が一番最高だったんですけど、その最高を超えれる相手は浜崎さんだと思うんで、今までこう舐められてきたけど全てが覆せるように勝ちたい。倒しに来てほしいですよね。ベルト取る、やっぱり女子の格闘技を引っ張っていきたいなっていうふうに思えるようになったっていう。圧倒して勝たなきゃなって、勝ち方も問われてくるんで、日本で今2番手ならそれだけの試合を見せなきゃいけないと思うし、私も含めて、なので2人でいいものを作りたいなっていう。私のポテンシャル、MMA のポテンシャルでみんな見せたい。打撃も、私の打撃もまだ強い。7年ぐらい3人で一緒に住んでるから、それは本当に面白い。お金がないけどもうお金ないけどでも夢がある、それの一番がいい。自分が今までやってきたのは全部忘れて、どっちが勝つゲームも想像ができるだけの話、最初どっちが先輩なのかそうなんじゃないかと僕は思って。再び始まる熱狂の争奪戦。人間丸出し椅子取りゲーム2021開幕。ライトウェイト、カナリア色の大和魂王座奪還へ始動。続々集結、国内トップのつわものたち。右ストレートを放っていく。フェザーウェイト、鬼人クレベル小池、日本最強グラップラーと究極の地上戦へ。逸材満を持して登場。バンタムウェイト、シュートの天才ライジンデビュー。スーパーアトム級王座戦。浜崎彩香、決まっている、決まっている。2年ちょっと前に対戦してから正直あんまり変わってないかなっていう差を見せて勝ちたいと思います。嘘なしに自分も勝てると思ってるんで、今やっぱ違うんですよね、ハングリーさというか。舐められてるなって思います。それでいいです。それがカンナとか言ってるわけじゃなくて、生半可にやってるやつムカつくんですよ。ぶら下がるだけなら振り落とされるぞ。ヨギボープレゼンツライジン27。